こんばんは、ゆうかです。最近ボルダリングにハマっているんですけれども、そのせいで手の皮が結構ボロボロです。皮が剥けるのは頑張った証拠だと思うんですけど、知らない人から見たら水虫みたいに見えないかちょっと心配です。さて今日作っていくのは、プレバーから今日届きたてほやほやのこちら、じゃーん、マスターグレードのケンプファーシュベアです。こちらはプレファンで予約開始早々売り切れになってましたし、ケンプファーが元になってる機体ということですので、きっとかっこいいんだろうなと思ってすごく楽しみにしていました。マスターグレードが動画では久しぶりなので、今日中に作り終えるのかとても不安ですが、今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。早速開封していきましょう。ランナーは全部で23枚。私の足と比較してこんなサイズ感です。マスターグレードのケンプファーが元のランナーも含まれています。それとビームサーベルのビーム部分、ポリキャップが1枚、水電車デカールが1枚、ネジがいくつか袋に入ってます。説明書が1冊入っています。表示がめっちゃかっこいいですね。まずはボディから作っていきます。古いキットのランナーはアルファベットのランナー部分がくり抜かれてないんですね。パーツ数はポリキャップやビズを入れて52パーツ。細かいものと大きいものが入り混じっています。100分の1スケールだとポリキャップなど小さいパーツも入れやすくて助かります。この関節パーツで早速ビズの出番。こんなマーク初めて見ました。サイズの合うドライバーがあるかな。これでいけそう。ドライバーの締めすぎに注意ということなんですけど、どんぐらい締めていいんだろう。こんなもんかな。これを真ん中に入れると。背面にはバインダーをつける用のポリキャップを装着します。中心部にバーニアをセット。肩周りには円状のパーツがつきます。前のここを上げる。びっくりした。外装をしっかりはめ込みます。くびれに当たるパーツは丸っこい形状です。胴体周りのパーツ、縄みたいな模様が描かれてます。左右とも差し込んで、さっきのネジを入れたパーツが支柱になっていて、そこに差し込みます。ケンプファーが元なだけあってバーニアが多いですね。これを後ろにつけてカバーをかぶせる。動くギミックがあるところはね、ポロリがしょうがないけど、それにしてもここよく取れます。片上のパーツをつけたら、はい、ボディができました。例えが悪いかもしれませんが、ペンギンみたいなカラーでとってもかっこいいです。後ろのバーニア3つと正面のこのパーツとくびれ部分のここの箇所が動くようになっています。次は頭を作っていきます。パーツは18パーツ。物絵のパーツクリアピンクです。頭は特に難しいところはなかったんですけれども、ポリキャップがくるくるしちゃうところが一番大変だったかもしれません。物絵はこのサイズ感、小さいのでなくしそう。怖い。これを入れて上から内部フレームパーツをかぶせるんですけれども、全体的にカチッと来ない気がする。私が下手だから。首の付け根のパーツを入れて装甲をつけたら、はい、頭ができました。ケンプファーらしいフォルムがすごくかっこいいです。物合いは結構小さいですが、クリアパーツなのでキラッと光って見えてかっこいいです。次は腕を作っていきます。グーパー両方のパーツを入れて、右腕が38パーツ、左腕が40パーツです。このパーツの分、左腕の方が多くなっています。パーツ数が多いけど一気にやっていきましょう。まず肘から下の内部フレーム、振り込みが細かい。ケンプファーと名前がつくだけあって丸っこいパーツも多かったです。肩関節パーツで2度目のビズの出番。締めすぎないように。これ失敗しても直せるのかしら。
肩のフレームに入れた断面図はこんな感じ。肘関節部分も同様にビズを締めます。ウールビズなんてねしょうもない。締め具合によって関節の硬さを調節できるのでいいですね。肘下パーツに関節を入れて装甲をつけます。ここのパーツが右腕と違うところ、左腕だけにつくパーツをつけます。これはエンブレムでしょうか。あ、違う、ダクトのようです。肩アーマーのパーツを合わせるんですけれども、これちょっと難しい。合わせる凹凸箇所が多かったので、なかなかうまくはまってくれませんでした。全部の腕パーツを合わせて、はい、両腕ができました。こちらが右腕、こちらが左腕なんですが、ここの部分以外は全て一緒です。肩のこのパーツと下のこの部分動かすことができます。肘は私がビズを固めに締めているので動きが結構きついです。ポージングで動かしたい方はビズを少し緩めにした方がいいかもしれません。可動域はここまで。意外と曲がりませんね。首かゆい。今日のおやつはトウモロコシのブランマンジェです。クラシルで気になったので撮影前に作ってみました。仕上げにホイップクリームをかけるようです。うまくできてるでしょうか。いただきます。あ、美味しい美味しいです。甘いものって最高。裏ごししたらもっと滑らかになりそう。これめっちゃ好き。はい、なんてね。トウモロコシの甘みがしっかりしてとても美味しかったです。レシピは概要欄に載せておきますね。ごちそうさまでした。次は足を作っていきます。足は片足50パーツ、左右反転しているだけで作りは同じです。ちょっと多いですが一気に作っていきます。まずは足首から下のパーツ。さすがマスターグレード。手と比較した時の足の大きさに驚きます。足は結構変わった作りをしています。サムネにある国標という理由がここの部分に集約しています。やっぱりポリキャップがあるところはうまく合わせづらい。バーニアがここにつく。入んないけど、これがなかなかカチッとはまらなくって、ランナー処理が綺麗にできてなかったのかなと思ってデザインナイフで削ってみたりしたんですけれども、しっかりランナー処理はできていたので、それも原因じゃないみたい。なんかちょっと浮いちゃってる気がするけど、説明書ではこうなってるのでこのまま進めます。これ太もものパーツなんですけれども、なんか全然合ってる気がしない。バーニアを中に入れて装甲で挟み込む作りになってるんですがなんだこれは。全然噛み合いません。また中のポリキャップ潰しちゃってるのかなと思って開いて確認してみたりしたんですけれども、そんなことはなく、中のパーツは合ってるのに外装がなんではまらないのかとっても不思議でした。ここのうまくはまらないってところだけで 5,6 分は格闘しました。珍しく作っててイライラしちゃいました。新しいキットなのにもうちょっと分かりやすく組みやすく作れなかったのかなっていうのが一番の酷評の理由です。なんかちょっと組み合わせが悪いけど、多分これで大丈夫だと思います。膝関節のパーツは2箇所ビズを留めるところがあります。硬かったのでちょっと力技使っちゃいました。膝から下の断面はこんな感じ。反対側のパーツをかぶせて、この穴部分にこの黄色いパーツをはめると、これ色分けされてるのは嬉しいんですけど、ちょっと隙間があるのが気になります。これをつけて、残りの外装パーツをつけて
太ももパーツと足首から下のパーツを合体させたら、はい、足ができました。バーニアが通常のケンプファーより多くってすごいごつめな見た目をしています。後ろの2つとここも少し動く、いやここは動かないかもしれません。足の前にこういった出っ張った装甲がついているのはなんだか珍しい気がします。可動域は足首がこんな感じ。膝はバーニアがあるせいもあってあんまり曲がりません。これ本当に方向が合ってるのかなって感じがします。もう1時過ぎ、眠い。最後に腰を作っていきます。軸になるパーツは丸い。腰は全部で20パーツ。塗り分けがしっかりされている分パーツも多いですけれども、組み立てはとてもシンプルで簡単でした。足で疲労困憊していたのでサクサク作れてほっとしました。はい、スカートができました。見てください。これ後ろがなくて前だけなんです。なんだか貧乏ちゃまみたい。全部のパーツができたので合わせてみます。はい、ケンプファーシュベアの完成です。後日ライブ配信にてデカールを貼って、また別日に艶消しトップコートを拭いておきました。トップコートを拭く前はどうかなって思ったんですけれども、マットブラックにしたら一気にイケメン度が上がりました。プレ版のページで見た時は黒に近い紺だと思ってたので真っ黒な色でびっくりしたんですけれども、白と赤のデカールがよく映えます。後ろから見ると真っ黒なボディに対比するかのような黄色のバーニアがとてもよく映えています。個人的には腰回りのパイプ切断されたようなデザインでちょっと気になりました。武器を装備させてみました。重武装ってやっぱりかっこいいですよね。武器パーツも艶消しトップを拭いてあります。トップコートを拭く前はただのグレーっぽかったのに、しっかり緑がかったグレーになって塗装するべきか悩んでたんですけれども、このままで良さそうです。武器は腕、腰、肩に装備させることができるようになっています。両腕に銃を持たせてポーズを取らせてみました。いつものポージングよりも躍動感がつけにくいという理由はこの後ご説明いたします。これだけ武器が多いとどの武器をどう持たせようか考えるのも楽しいです。ショットガンは短い柄と長い柄を選んで取り付けることができます。ジャイアントバズを前に倒しビームサーベルを持たせてみました。このビームサーベルまっすぐじゃなくて少し反ったデザインになっています。本体の方で躍動感を出しにくいのでビーム部分に動きを出したのかなと思いました。動きをつけづらい一番の理由はこの足です。太もも部分が固定されているので全然足が開きません。それにこのバーニアやっぱりポーズをつけるには邪魔です。全然曲がらないしぶつかるのでトップコートが剥げちゃいます。それと肩のこの部分、武器とぶつかって非常に相性が悪いです。動かすことはできるんですけれども、この位置に武器が来る設定でこの装飾は必要だったのかなと思ってしまいます。銃を手に持たせるときは可動式の手に持たせるんですけれども、これはとても良かったです。親指と人差し指が単独で他の3本がワンセットになってるんですが、とても握りやすかったです。かっこいいポーズを取らせて飾りたいという方にはあまり向いていないキットに思えますが、直立状態で様になるのでこのデザインが好きな方には良いのではないかなと思います。最後に反省部分、この太ももの付け根作るのにすごい苦戦した箇所ですが、右足のバーニアが飛び出てしまっています。これは後で直しておきます。というわけで今回はマスターグレードのケンプファーシュベアを作りました。色合いがめちゃくちゃかっこいいなと思って買ったんですけれども、思っていたよりも作りが納得いかないというか、しっくりこないところが多くって、元がケンプファーのキットなところもあるのでしょうがないとは思うんですけれども、最近
品のキットにしては作りづらいなと思いました。あ、肩のパーツが外れてた。ケンプファーは人気ですけれども、こちらのケンプファーシュベア、皆さんはどう思いましたでしょうか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。最後まで見てくださってどうもありがとうございます。この動画が少しでも参考になったらいいなって思ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それとメンバーシップも最近始めましたので、概要欄から気になる方ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。太るからあんまり食べないようにしてるんですけど、ラーメン大好きなんですよね。これは天一のこってりマックスです。濃厚なお味でとっても美味しかったです。皆さんはどんなラーメンが好きですか？おすすめのラーメンがあったらぜひ教えてください。